こんにちは。日本語ポッドキャストのりさです。お元気でしたか？今日は私が昔飼っていた犬についてと動物についてお話をしたいと思います。皆さんは動物が好きですか？どんな動物が好きですか？私は犬が好きです。実は小さな動物や爬虫類はちょっと苦手です。どちらかというと大きな動物が好きですね。例えば動物園に行った時はゾウやキリンやカバなどのゆったりとした動物を見ることが好きです。そんな動物たちを見ると心がほっこりと温かくなりますね。この前動物園に行った時、子供のゾウとお母さんゾウが一緒に水遊びをしていてとても可愛かったです。私は昔ゴールデンレトリバーという大きな犬を飼っていました。金色の毛がふさふさした大きな犬です。名前はリキと言います。生後3ヶ月くらいの時に我が家にやってきました。私はその頃中学3年生でした。リキはコーヒー豆のような匂いがしました。とても小さかったですが、小型犬とは違って足は太かったです。まるでぬいぐるみを抱っこしているような感じでした。リキは3ヶ月ほどでどんどん大きくなりました。私が学校から帰ってくると一番に玄関に迎えに来てくれました。家族の誰かが帰ってくると必ず一番に迎えに行っていました。やんちゃな性格で散歩の時は引っ張られることもありました。そのため家族でドッグトレーナーのところにも通っていました。父が新聞を読んでいるとわざわざその上に座ったりしていました。構ってほしいんだねと家族で笑っていました。ある日、車庫のシャッターを閉め忘れてリキが外に飛び出してしまいました。車庫の外はすぐ道路でトラックの近づく音が聞こえました。私はとても焦って大声でリキを呼び止めましたが、リキは道路に飛び出してしまいました。キーッとトラックが止まる音と何かがぶつかる音がしました。私はショックでその場に座り込んでしまいました。でもその数秒後、リキがトラックの横からひょこっと現れました。まるで何事もなかったかのように家に戻っていきました。私はリキがトラックにひかれたのだと思っていました。だからリキがトラックの横からひょこっと現れた時は思わずワンワンと泣いてしまいました。今でもその光景は覚えています。大学生になって私は家を出ましたが、週末に実家に帰ると母が私にお帰りのハグをしてくれていました。するとリキも一緒にお帰りのハグをしてくれていました。リキが立ち上がると私と同じぐらいの背丈になるので、本当に3人でハグをしているようでした。家族みんながリキのことをとても大切に思っていました。私が社会人になるまでリキは家族の大切な一員でした。リキが亡くなった時、私たち家族は3日間ずっと泣いていました。弟の幼なじみも一緒に泣いてくれました。リキは家族だけでなく友人にとっても大きな存在だったようです。今でも
リキにそっくりなゴールデンレトリバーを見ると涙が出てきます。この前も実家に帰って河川敷で遊んでいると、リキにそっくりな犬に出会いました。天気のいい日でレジャーシートの上に座って母と話していると、リキにそっくりな犬が走って近づいてきたのです。私たちは驚きましたが、とても喜びました。わあ、リキだ、リキにそっくり、かわいいねとたくさん触れ合いました。飼い主さんに名前を聞くとモコと教えてくれました。モコと呼ぶとまたこちらに走ってやってきました。私はモコを撫でているうちに涙が出てきました。もう何十年も前のことですが、リキに会いたいなと思います。最近私の息子も犬を飼いたいと言っています。息子は動物アレルギーがあるので無理かもしれません。だけど実は私も犬アレルギーがあったけど犬を飼っていました。なので息子が中学生くらいになったら考えてもいいのかなと思っています。ただ動物は命がある存在なので、本当に飼うときは覚悟が必要だと思っています。皆さんは動物を飼ったことがありますか？どんな動物を飼っていましたか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは今回はここで終わりにします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただけましたら高評価ボタンもぜひよろしくお願いします。これからも日本語を楽しく聞けるコンテンツを発信していきますので、登録していただけるととっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。